まさか、この試合が最後の一振りで世界中を熱狂させる結末になると、プレーボールの瞬間に想像できた人はいたでしょうか。ドジャースタジアムを包んでいた熱気はいつもの試合とはどこか違っていました。歓声の大きさだけではありません。スタンドを埋め尽くした誰もが、これから何か特別な出来事が起こると信じているような空気だったのです。ロサンゼルス、ドジャースとシカゴ、カブスによる3連戦の最終戦。真夏の夜を迎えた球場には、試合開始の1時間以上前から大勢のファンが集まり、一塁側は青いユニフォームで埋め尽くされていました。一方、三塁側には遠くシカゴから駆けつけたカブスファンの姿もあり、互いの応援がぶつかり合うたびに球場全体の空気が震えます。そして、この日の視線はただ一人へと集まっていました。大谷翔平。ここ数試合、本塁打を徹底的に警戒され、相手バッテリーは甘い球をほとんど与えてくれませんでした。4試合連続でアーチはなし。それでも打球速度やスイングの鋭さは決して落ちておらず、多くの解説者が口を揃えていました。一本さえ出れば、一気に流れを変える。アメリカの放送席でも試合前から緊張感のある声が飛び交います。今日の翔平は非常に危険な存在です。数字だけでは状態は測れません。少しでも失投すれば、一振りで試合を変えてしまいます。日本でも朝から特集が組まれ、沈黙を破る日は今日なのか、という話題が大きく取り上げられていました。しかし、この時点では誰も知りませんでした。この試合が、最後まで目を離せない壮絶なドラマになることを、午後7時過ぎ、ついにプレーボール。ところが、球場中の視線はマウンドではなく、一人の打者へと注がれます。1回裏、先頭打者、大谷翔平。名前がコールされた瞬間、ドジャースタジアムは割れんばかりの歓声に包まれました。SHO、HEI、MVP、何万人もの声が夜空へ響き渡ります。カブスの先発投手も、その歓声に飲まれることなく慎重な立ち上がりを見せました。初球は外角いっぱいへのストレート。大谷は冷静に見送り、ストライク。続く2球目は低めへ鋭く沈む変化球。最後まで見極め、1ボール1ストライクとなります。3球目は内角へ食い込む速球。思わずバットが動きかけますが、寸前で止めました。判定はボール。スタンドからは安堵とどよめきが入り混じった声が上がります。4球目は外角いっぱい。鋭くカットしたファウル。カウントは2。そして5球目。高めへ伸びてくるストレートでした。大谷が迷いなく振り抜きます。乾いた快音。打球は右中間へ一直線に伸び、スタンドは一斉に総立ちとなりました。いった。そんな歓声が球場中に広がります。実況席も思わず立ち上がりました。しかし、その打球はあと一歩だけ届きません。フェンス手前で失速すると、右翼手がジャンピングキャッチ。球場からは大きなため息が漏れました。それでも、放送席の興奮は収まりません。紙一重でした。今のスイングを見ればわかります。今日は完全にタイミングが合っています。この一打に、カブスベンチもすぐ反応しました。コーチ陣はタブレットを開き、映像を確認します。今のコースで、あそこまで運ばれるのか。このまま正面から勝負するのは危険だ。まだ最初の打席です。それなのに、両チームの駆け引きはすでに次の段階へ入ろうとしていました。ここから試合の空気が少しずつ変わり始めます。両軍の先発投手は互いに譲りません。ドジャース投手陣はテンポよくストライクゾーンを攻め込み、カブス打線に連打を許さない見事な立ち上がり。一方のカブス先発も緩急を巧みに使い分け、ドジャース打線のタイミングを外していきます。2回に入っても、球場には独特の緊張感が漂い続けました。スコアは動かない。それでも、1球ごとに歓声は大きくなっていきます。そして2回裏、再び大谷翔平の打席です。球場全体が静まり返る中、大谷は初球から積極的にバットを振り抜きました。鋭いライナーが1、2塁間へ襲いかかります。抜けた。誰もがそう思った。その瞬間でした。カブスの二塁手が横っ飛び。信じられないファインプレーです。そのまま素早く一塁へ送球し、アウト。敵地にもかかわらず、スタンドからは大きな拍手が湧き起こりました。大谷は一塁へ走りながら苦笑いを浮かべ、悔しそうに空を見上げます。しかし、
ドジャースベンチの反応は違いました。いい打球だった。次は必ず抜ける。チームメイトが次々と声をかけ、監督も静かにうなずきます。内容は悪くない。その一言には確かな手応えが込められていました。しかし、本当の勝負はここからでした。3回、試合はついに動き始めます。カブス打線が連打で好機を築くと、犠牲フライで先制点を奪取。スコアは1対0。三塁側のカブスファンは大歓声に包まれ、ドジャースは追いかける展開となります。それでも、本当のドラマはまだ始まったばかりでした。西一塁となり、再び大谷翔平が打席へ向かいます。カブスバッテリーは明らかに表情を変えていました。1球目は大きく外れたボール。2球目も低めへ慎重に外します。決してストライクゾーンで勝負しようとはしません。そして3球目。甘く入ったスライダー。大谷の身体が反応しました。甘く入ったスライダーがホームベースへ吸い込まれた。その瞬間でした。大谷翔平の身体が一気に反応します。迷いのないフルスイング。乾いた快音が球場中へ響き渡ると、打球は凄まじい速度でライト方向へ伸びていきました。誰もが打球を目で追います。右翼手は一歩も動きません。スタンドからは早くも歓声が湧き上がりました。入った。実況席も思わず声を張り上げます。しかし、次の瞬間でした。打球はライトポールのわずか外側を通過。あと数十センチ。本塁打まで、本当に紙一重でした。球場全体から大きなどよめきが起こり、ドジャースファンは一斉に頭を抱えます。一方でカブスバッテリーは顔を見合わせ、捕手はすぐにタイムを要求しました。マウンドへ集まった二人から聞こえてきそうだったのは、ただ一つの答えです。もう正面から勝負してはいけない。その判断はすぐに配球へ現れました。際どいコースを徹底して突き、大谷には決定的な一球を与えません。最後は死球。球場には大きなブーイングが響き渡ります。ドジャースファンは勝負を避けた配球に納得できません。それでも大谷は感情を表に出すことなく、一塁ベースへ静かに歩きました。後続打者へ向けて小さく拍手を送り、冷静に次の攻撃へ気持ちを切り替えます。その姿を見た日本の解説者は静かに口を開きました。ホームランだけを狙う選手なら、あそこで感情を爆発させていたでしょう。しかし今の大谷は違います。試合全体を見ながら戦っています。アメリカの実況席でも同じような評価が続きます。彼は一打席だけで勝負する選手ではありません。だからこそ、相手は最後まで気を抜けないのです。しかし、本当の勝負はまだここからでした。4回、5回と試合は行き詰まる投手戦になります。ドジャースは何度も得点圏へ走者を進めますが、あと一本が出ません。一方のカブスも追加点のチャンスを迎えるたびに、ドジャース投手陣が粘りを見せます。スコアは動かない。それでも球場の緊張感だけは、さらに高まっていきました。ベンチへ戻った大谷は誰よりも静かでした。歓声にも反応せず、手には一本のバット。その視線は相手投手ではなく、タブレットへ映し出された投球映像へ向けられています。何度も同じシーンを繰り返し確認する大谷。小さく映像を止めると、ある場面で指先が止まりました。ここだ。誰にも聞こえないほど小さな声。隣にいた打撃コーチだけが、その言葉を聞き逃しませんでした。気づいたか。大谷は静かにうなずきます。7球目以降、リリースポイントが少しだけ下がっています。相手投手はここまで完璧とも言える投球を続けていました。高めのフォーシームで空振りを奪い、低めのスプリットでゴロを打たせる理想的な内容。しかし、大谷は違和感を覚えていました。球速でもありません。変化球でもありません。疲労です。投球数が増えるにつれて、腕の振りがほんのわずかに変化している。その小さなズレを、大谷は見逃していませんでした。ところが、この時まだ誰も気づいていませんでした。その違和感が試合の流れを大きく変える伏線になっていたことを、ノッカイ表。今度はドジャース投手陣が最大の試練を迎えます。一死一、三塁。追加点を許せば流れは完全にカブスへ傾く場面でした。スタンド中が固唾を飲んで見守ります。マウンドの投手は深呼吸を一つ。そして勝負の一球。内角いっぱいへ鋭いストレート。打者は見送るしかありません。見逃し三振。
球場が一気に湧き上がります。さらに続く打者には外角低めいっぱいへの変化球。空振り三振。大ピンチを無失点で切り抜けた瞬間、ドジャースベンチは総立ちになりました。まだ終わっていない。スタンドから響く大歓声。その空気が、そのまま攻撃へとつながっていきます。6回裏、先頭打者が死球で出塁。続く打者がセンター全ヒット。無四一、二塁。ここで球場全体のボルテージが一気に跳ね上がりました。打席へ向かうのは、もちろん背番号17、SHO、HEI、SHO、HEI。大合唱が夜空へ響き渡ります。カブスベンチも慌ただしく動き始めました。監督は守備位置を確認。内野陣は併殺シフト。外野手はフェンス際まで交代します。長打だけは絶対に許さない。その意志が守備陣全体から伝わってきます。初球、外角低め、ボール、2球目、内角高め、ファウル、カウントは1対1、3球目、チェンジアップ、タイミングを外され、空振り、追い込まれました。スタンドが静まり返ります。誰もが息を飲みます。4球目、低めへ落ちる変化球。大谷は最後まで見送りボール。そして5球目、外角いっぱい。鋭く振り抜いた打球はレフトへ一直線。抜ける。そう思った次の瞬間でした。レフトがジャンプ1番。打球をもぎ取ります。さらに一塁走者も戻れず。ダブルプレー。絶好機は一瞬で消え去りました。球場からは大きなため息。ドジャースベンチにも重苦しい空気が流れます。それでも、大谷だけは違いました。悔しさを表情に出さず、一塁コーチの横を通り過ぎるとき、小さく一言だけ残します。見えました。たった4文字。しかし、その言葉には確信が込められていました。何が見えたのか、何を掴んだのか、その答えは、まだ誰にもわかりません。しかし、この一言が、この試合最大のドラマへと繋がっていくことになるのです。そして次のイニング、誰も予想できない展開が待っていました。7回、静まり返っていたドジャースタジアムの空気が、再び大きく揺れ動きます。カブス打線が放った一発は、無情にもスタンドへ吸い込まれました。そのホームラン、スコアは、第3。カブスベンチは歓喜に包まれ、スタンドの一角を埋めるファンも勝利を確信したような大歓声を上げます。アメリカの放送席からも、こんな言葉が聞こえてきました。これでカブスが完全に主導権を握ったでしょう。ドジャースに残された時間は、もう多くありません。しかし、その空気とは対照的に、日本では全く違う声が広がっていました。まだ終わっていない。大谷翔平がいる限り、何が起こるかわからない。この男は、何度も常識を覆してきた。誰もが、まだ希望を捨ててはいませんでした。しかし、本当のドラマはここから始まります。8回、カブスは勝利の方程式とも言えるリリーフをマウンドへ送り込みます。150キロ台後半のストレート、鋭く落ちるスライダー、簡単には攻略できない圧倒的なボールで、ドジャース打線を次々と打ち取っていきます。それでも、ドジャースは諦めません。西から四球、さらにヒット、反撃の火種が生まれます。そして、球場中の視線が一人の男へ集まりました。背番号17、大谷翔平です。スタンドは一斉に総立ち、大歓声が球場全体を揺らします。実況席も自然と声のトーンを上げました。今日最大の勝負どころです。初球、真ん中高め、力強く振りに行きますが、空振り、2球目、外角いっぱい、ファウル、あっという間に追い込まれます。スタンドには張り詰めた空気、誰もが三振を覚悟しかけた、その時でした。3球目、インハイへの速球、大谷は大きく振り回しませんでした。コンパクトにバットを合わせます。鋭い打球、1、二塁間を待って立つ、ライト全ヒット、ついに沈黙が破られました。ドジャースベンチが一斉に飛び出します。球場はホームランにも負けないほどの大歓声。4試合ぶりとなる快音。その一本に、スタンド中が沸き返ります。出た。ここからだ。ファンの叫びが止まりません。続く打者がタイムリーヒットを放ち、ドジャースは1点を返します。スコアは1対3。なおも西満塁。球場全体が逆転への期待に包まれました。
しかし、あと一本が出ません。反撃はここで止まります。それでも、不思議なことにスタンドの空気は重くありませんでした。誰もが感じていたのです。流れは変わった。と、ベンチへ戻った大谷は、この日初めて笑みを浮かべます。その姿を見た監督は隣のコーチへ静かにつぶやきました。ようやく目を覚ました。アメリカの実況席も興奮気味に伝えます。彼のヒットは、ただのシングルではありません。球場全体の空気を変える一本でした。日本でも速報が流れます。大谷翔平、執念の一打。ドジャース反撃開始。そして、試合はいよいよ運命の9回へ。カブスは迷うことなく守護神を送り込みます。重低音の入場曲。圧倒的な存在感。カブスファンは勝利を目前に笑顔を見せます。しかし、ドジャースファンは誰一人として席を立ちません。最後まで信じ続けていました。なぜなら、この日の主役が、まだ最後の打席を残しているかもしれないからです。試合は2死。走者1、2塁。スコアは3対1。あと1人。あと1球。カブスにとっては、勝利まであとわずかでした。その時、ネクストバッターズサークルからゆっくりと歩き出した背番号17。照明を浴びた大谷翔平の姿が大型ビジョンへ映し出されると、球場は地鳴りのような歓声に包まれます。SHO、HEI、SHO、HEI。何万人もの声援。実況アナウンサーも興奮を隠せません。この試合は、まだ終わっていません。打席に入った大谷は、一度だけ大きく深呼吸。そして静かに構えます。カウントは2ボールにストライク。守護神が渾身の一球を投じました。その瞬間でした。大谷のバットが鋭く振り抜かれます。乾いた快音。誰もが打球を見上げました。打球は高々と舞い上がり、右中間スタンドへ一直線。右翼手も、中堅手も、一歩も動きません。ただ見送ることしかできませんでした。入った。逆転サヨナラ3弾ホームラン。ドジャースタジアムは、この日最大の歓声に包まれます。ベンチからチームメイトが一斉に飛び出し、ホームへ戻ってきた大谷を歓喜の輪で迎えました。ヘルメットをはたき、抱き合い、誰もが笑顔になります。実況席では絶叫が響き渡りました。翔平、大谷、またしても歴史に残る一打です。敗戦寸前だったドジャースは、最後の最後で劇的な逆転勝利。まるで映画のラストシーンのような結末でした。アメリカのメディアは、映画のようなエンディング、と大きく伝え、日本でも、土壇場で奇跡を起こす男、と速報が駆け巡ります。SNS には世界中のファンから称賛のコメントが溢れ、この一打は瞬く間に世界中へ広がっていきました。試合後、大谷はチームメイトと笑顔でハイタッチを交わしながらも、ヒーローインタビューではいつものように落ち着いた表情を崩しません。そして、静かにこう語ります。最後まで誰も諦めませんでした。その気持ちが、この一本につながったと思います。その言葉に、スタンドから再び大きな拍手が湧き起こります。歓声が鳴り止まないドジャースタジアム。この夜、ファンの心に刻まれたのは、逆転サヨナラホームランという結果だけではありませんでした。どんな苦しい展開でも決して下を向かず、一球一球に全てをかけ、最後の瞬間まで勝利を信じ続ける。その姿勢こそが、大谷翔平というスーパースターが世界中から愛される理由だったのです。そして、この歴史的な一戦は、また新たな伝説として、多くのファンの記憶に語り継がれていくことでしょう。